鹿児島県南西諸島にある奄美群島の島々を歩いています。今回は奄美大島南側に寄り添う瀬戸内町の3つの島の中から請島を歩きます。宇奈坂の村を歩く奄美群島の島を歩いておりますけども、今回はですね奄美大島の南側にあります請島です。この島に来るにはですね奄美大島の南端、古仁屋という港から船に乗ってやってくるわけです。前回ですね与路島に行きましたけども、その与路島に行く船、これが請島に寄るわけです。2つ港がありましてね、古仁屋に近い方に請安室、与路島に近い方に池地と2つの港があるんですが、今日はこの池地港におりましてですね、池地の集落、そして山を越えて、請安室の集落、この2つを歩いて請安室から古仁屋の方に戻りたいと思います。昨日まで穏やかだったんですけど、今日は風が強いですね。東風が強いって感じかな。明日はもうちょっと荒れると思います。船が多分出ないと思いますね。帰りの船なんですが、今日は与路島で、お祭りがあるんで1時間遅いスケジュールで運航するようですね。ちょうど真ん中あたりに突堤がありますね。ここで船降りました。から西の方に行ってからずっと東に戻ってくると、そういう感じで歩きましょうかね。風が止みましたね。さすがだな、暴風林の効果。前回の与路島は石塀がかなりね続いた街並みだったんですけど、今のところそれ見られませんね。コンクリート塀ですね。コンクリートブロック塀。この辺から始まります。コンクリートブロック塀。みんなこのコンクリートブロック塀と門の作りは同じだな。塀のところから斜めにね、ずっとちょっと下げてきて門柱があるというスタイルですね。家畜を飼っていた小屋ですね。家畜小屋。シルバーな鉄板屋根が綺麗ですな。瀬戸内町の池地診療所。綺麗な黄色だ。船着き場から東の方はあんまり家がないですね。ここにね、お墓があったりしますんで、そもそも端っこなのかもしれないですね。船着き場から西の方、そちらに集落が基本的にあるということなんでしょうかね。ちょっとこっち行ってみようかな。もう奥深くなってるぞ。ああ、石垣がある。残ってる。ありますね。テーブルサンゴの石垣ね。石塀が出てきましたよ。
あるある。こっち側にもある。やっぱり崩れやすいんで、この一番短物な大きな石で押さえてるんだね。高さがどうでしょう。私の目線の高さと一緒ぐらいだから、1.6 メーター。そんなもんかな。ああ、この家古いわ。じーっとこっちを見ている。奥の方に入ってくると残ってますね。ほらほら。おう。すごいすごい。めっちゃハブ叩き棒が置いてありますから怖いですね。石塀が崩れてます。こういうのを積み直してんのが与路島の石塀なんでしょうかね。石塀と一体化したガジュマルの木だかなんだかわかりませんけど、すごい根っこです。12時です。あ、ヤギさんがいる。こんにちは。あ、池地の公民館ですね、ここは。土俵というか舞台というか、出てきました。与路島は今日法年祭なんですけど、来週はこの受島がお祭りです。みんなこの公民館の前にあるんですね。普通こういうので神社の前にあったりするんだけど、そういうのないんですね。そっかそっか。船着き場からまっすぐ縦道を入って突き当たったところに公民館があるんだ。では、船着き場から西側を歩いていきます。あ、これが商店ですか。あ、商店だね。お店だ。こんにちは。誰もいない。誰もいらっしゃいません。軽く強く押してくださいって言ってまあこちらが池地地区の唯一の商店です。はい。真ん中に川が流れていますね。おそらくこの川で西地区と東地区が分かれているということなんですかね。ここがそうか。巨大なデーゴ。今あるよ。なんでこう根っこがこうくるくるくるってなるんでしょう。はあ、ねえ、石垣にどういうふうに絡んでんのかよくわからん。ああ、なんかエイリアンみたいだな。
池地地区の郵便局。この辺りが中心地。ブロック塀の街並みですね。このね、門柱が低いんだよね。何ですか、これは。お店かな？もともと。ショーケースというか、そういうものが置いてあるから。ね、お店ですね、もともとね。この先にスズメバチの巣あり、プロパンガスボンベ付近、注意してください。あ、これ、古いな。原型がよくわかるよ、こちらのお家。ちょっと、住まわれてないですけどね。綺麗ですね。同じように壁は板で、縦張りの押し縁付き、屋根は寄せ棟、L 字型二棟建てみたいな感じでくっついてると。池地集落の中心部から、今、受安室の方にどんどん向かって歩いてるんですけどね、ご覧のようにね、ブロック塀がざーっと繋がってるんですよ。続いてるんですよね。でも、住んでるような家はない。集落はこちらの方にあったんでしょうね。広がってたんでしょうね、前ね。廃屋はあるか。いかにもハブが出そうです。右側の山肌とか。めっちゃハブ叩き棒が置いてあります、そこら中に。こんなに置く必要あるのかっていうぐらい置いてあります。道路側はブロック塀ですけど、敷地のサイドつうかね、そっち側には石垣がありますね、石塀がですね。ほらほら。これがオリジナルの石塀と見てください。ここはそんなね、積み直してないはずです。うまくこう、大きな石とテーブルサンゴの平べったい石と組み合わせて積んでいますね。あ、近代的な建物が現れました。小中学校でしょうね。こちら側には、住宅がありますが、教員住宅ですかね。先生が赴任してきて、ここにお住まいになるという場所でしょうか。池地にこの小学校があるってことは、沖安室にもあるのかな？島に1個かな？だいたい島に集落が2つあって、小学校、中学校1個だっていう場合はですね、その2つの集落の間にあるんですけどね。どうでしょうかね。やっぱり池地単独ですね。これね。はい。池地小学校。ね。で、反対側を見ると、池地中学校。今日日曜日ですからやってませんけど、この小学校、中学校は、今の現役っていう感じですね。子供がいなくて休校という状況ではないようです。英語の日。それでは、池地集落を後にしましてね、尾根を越えて、受安室集落へ歩いていきます。池地から受安室への尾根を越えました。そうしたらね、ここに神社があります。キュラ島神社。こっからどうだ？見えるかな？見えた見えた。はい、受安室の集落を一望です。
吉良島神社。この神社は大阪出身で鳥越伝説社長中本守氏により集落に神社がないことから、やっぱ集落に神社がないんだね。平成15年7月14日、皆様の繁栄と安全また集落訓である共同一致、実行主義を貫いてもらう思いで建立し、と書いてある。請安室集落に寄贈したものです。このね、神社を寄贈されたってことも素晴らしいことなんですけど、もともと神社がないんですね。だから、お祭りの時に神社の普通前でやるようなことを、公民館の前でやるんですね。それではですね、島田洲の請島の解説を読んでみますね。加計呂麻島の南方に位置していて、奄美大島南部瀬戸内町の中心部である古仁屋から、海路でおよそ21キロ、定期船で約50分の外洋に浮かぶ島だ。で、請安室、池地の2つの集落があります。総面積の 90% は山林で占められていると。ニンニクやソテツ栽培、畜産が盛ん。で、近年ではスプレーギフの伝承栽培も行っているそうです。で、そういえばね、空撮したら温室がありましたね。2015年の国勢調査のデータでいきますとね、世帯数が56世帯、人口が82人、前回の、データからは50人減ってるということだそうです。だからまあ、一気に3分の1が減ったみたいな、そんな感じですかね。産業は農業が 24%、漁業がデータなし。第2産業が 7%、第3次産業が 69% となっております。請安室集落に降りてきた。1時間ぐらいかかりますね、やっぱりね。暑いからね。日陰で休み越えてきました。やっぱり、農業の集落って感じだな。農業のための付属屋っていうのが多く建ってるイメージですね。さあ、それではこの集落の東の端に当たるんですかね。そこから入っていきます。大きな家です。はい。やっぱり分棟だね。道路沿いはコンクリートブロック塀だけど、敷地と敷地の間には、このような石塀、崩れてますね。ねえ、これ、家畜ですよね。そして、コンクリートブロックに金属折板屋根。綺麗だな。私大好きですよ、このデザイン、この素材。古いね。やっぱりこの軒下にずっと欄間が回ってんだね。例によってこのコンクリートブロック塀よりも盆中の方が低いというのはですね、池地集落と同じです。敷地と敷地の間の石塀。こういうのオリジナルの石塀と言っていいんでしょうね。積み直したりする必要が、崩れた時には積み直してるんですけど、基本的にはそのままということでしょう。この石垣がね、綺麗なんですよ。高いね、やっぱり。2メーターはあるな。で、これ入り口。入り口のところは大きな石で仕上げられていると。ね。敷地と敷地の間の石塀。
低いね。そして、ここもオリジナルの石塀。綺麗ですね。表面は割と整った石を積んで、内側とか中は細かいのを積んでる、そんなイメージですかね。これは船着き場からまっすぐ山の方に向かっている、縦道。縦道のメインストリートと言ってもいいんじゃないでしょうか。商店とかがあってもいいような道ですけど、あんのかな。この間ね、家畜の小屋ですね。多いですね、家畜の小屋がね。で、福木の屋敷林もありますね。これは福木の屋敷林ですね。これ、また庭石のある家がある。いや、なかなかこれは繁栄したんじゃないですか、ある時期。すごいじゃないですか。ここはなんだ。お店ですね。かつてのお店。陳列棚があって、並んでますけども、雑貨系が置いてあったんだろうな。請安室地区、西側のエリアに入ります。海沿いよりもちょっと山側の方に集落が奥深くなっています。石塀が現れたよ。割と黒いな。白いというよりもグレーの、サンゴ石。汚れてるからこういうことになってんのかな。もうずっと屋敷があったんでしょうね。もう家は建ってないんですけど、石塀だけは残っています。いやー、すごいですよ、これ。門のところがね、入り口のところは青石が引き詰められていて、格式高い。浮島はこの、栄えた時期がありましたね。ほら見てこれ。ちゃんとさ、1、2、3段上がってて、入り口の両脇がね、議席仕上げでこう、装飾がありますよ。で、目隠しの品粉みたいなのがそこにあってね。ほら。ここはね、全部立派な家が並んでる。いい集落ですね。ここもすげえな、立派だな。いや、立派だわ、どこも。屋敷構えがしっかりしている。しかも綺麗にされてる。あの方も池地で船降りて峠越えてきたらしいです。好きな人いますね。私みたいに。さあ、請島終わりましたかね。これでちょっとここに地図があるから見ときましょうね。これが請安室の集落です。今池地からこういう風に入ってきて、ここをこうジグザグと歩いてきて、やっぱり真ん中のところはちょっと家が少ないんですね。で
また西の方に行くと、いくつか家があるということで、自販機がある。それはありがたいぞ。本当だ。船坂の村を歩く奄美群島の請島を歩きました。いかがだったでしょうか。今回の請島はコンクリートブロック塀が多かったんですけども、ところどころに素朴な昔ながらの石塀が残っておりましたね。あれもある時期には積み直したとは思うんですけれども、古いものがあったと思います。それから立派な家が多かったですね。あの辺りはですね、明治時代に区画整理された集落だそうですよ。それでは次回また奄美群島の島でお会いしましょう。さようなら。Watching you smile, watching you smile, and I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love. I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine.